こちらのカオスフィジックスも新しいフィーチャーの一つです。いわゆる XY パッドっていうのがありますけれども、演奏中なかなか左手でコントロールし続けて演奏続けるってのはなかなか難しいので、それを解決する手段は何かないかなという一つの回答がこれです。で、左手の指の運動、この指先の代わりにボールが運動しているような形でモジュレーションを続けるというような発想になっています。ではどういう構造になっているのかちょっと見てみましょう。このカオスフィジックスの中身を見るにはカオスボタンを押します。で、ここでボールが運動するスピードをコントロールすることができます。例えば値が少なければクリ動きますし、スピードを上げればこのように速く運動します。で、この図が表しているものというのは、いわばピンボール台を上から眺めているようなものを想定してください。それでピンボール台にボールが運動しているようなイメージですので、台座との摩擦でいつか動きが収束しますよね。その摩擦係数をここで設定するようなことになっていますね。まず0だと摩擦がないので運動し続けてます。で、これで50ぐらいにするとちょっと摩擦が加わりまして徐々に遅くなり、100にするとすぐに動きが止まりますという形ですね。そしてこの丸が意味しているものなんですけど、ピンボール台の台座にへこみがあるようなものをちょっとイメージしてみてください。ですので動きが止まるとへこみの一番奥の方に真ん中に中央に落ちていくというような動きをします。じゃあこの高さを変えていきますと徐々にへこみが埋まっていきまして、バリューが0のところで、平面になりますね。へこみがないので止まったところで、ストップします。で、今度高さを、バリューを上げていくと白い玉に変化しました。これは山を意味しています。山がどんどん高くなっていきますので、ボールを中央に置いたとしても高いところから低いところに転げ落ちていくと、端っこの方で止まるということになります。というボール重力のモデリングみたいなコントローラーなんですよね。このように設定したいろんなボールの動き、重力の動きというのがプリセットとして登録されていまして、この P プリセットのところを開けると、いろんな動きが登録されてます。形も変わってますよね。山の位置がちょっと変わってたりしますけど、で、そうですね、例えば最後の方に行くとWithout Walls、 壁がない状態ということで、それどういうことかというと、ボールを投げると右に行ったものが左から出てくるというなんか4次元のような動きをします。ジャンプしますんで、音もねスイッチ的にジャンプして、それはまた新しい効果になって面白いかなと思います。そしてこういったボールの運動、これ自体はオフにすることができます。運動しません。で、指を離したところでホールドしたければこのホールドボタンを押すことでもうまさに XY パッド、通常の XY パッドとして使えることがわかると思います。